ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ある有名人、田原総一郎という人物の出現に基づいて、エネルギー問題と日本の高齢者問題について少しお話をしようと思います。まず、田原総一郎という人物は、ある特定のテレビ局に依存する形で知名度を上げている人物です。ジャンルとしてはフリージャーナリストという肩書きに当てはまるかもしれません。彼は特定のテレビ局において非常に長い放送時間の番組を持っており、それは非常に長く続いているそうです。その番組においては時事問題が常に取り上げられることから、一般的には社会問題や国際情勢、日本の政治など様々な分野に広く知識を持っているとみなされていた人物です。しかし人間というのは誰にでも老いが来るもので、通常であればとても考えられないようなことを言っているので、今回はそのことから取り上げてエネルギー問題などを見ていきましょう。今回問題の発言を行ったのが田原総一郎氏で、Twitter アカウントの自己紹介には BS 朝日、月論クロスファイヤと朝まで生テレビという2つの番組について紹介されています。フォロワーは104万人と非常に多い人物です。彼はこのような発言を行いました。ドイツはすごい。ドイツができてなぜ日本ができないのか。ドイツは白黒はっきりしていて、だから安全保障も NATO には加盟してない。第二次世界大戦への反省が極めてはっきりしている。この点が日本はグレーで、はっきり言えば安全保障でもエネルギーでも曖昧だ。この発言というのは以下のニュース記事に対するコメントでした。ドイツで脱原発が実現。稼働していた最後の原発3基が停止。この発言思いっきり間違っている部分があるので最初に指摘をしておきましょう。田原総一郎氏はドイツは NATO に加盟してないと発言していましたが、これは完全な間違いです。1955年、西ドイツが NATO に加盟しました。この後、東ドイツ、西ドイツの統一が行われているわけですが、こうした統一後もドイツは NATO に加盟し続けています。ですから、ドイツが NATO に加盟していないなんていう話は、随分昔からありえない話なのです。このような事実をもとにして考えると、田原総一郎氏のコメントは無価値だと言えます。そもそも NATO に加盟しているにもかかわらず加盟していないだからこそ素晴らしいみたいな話をしているわけです。それでは次にエネルギー問題について取り上げているのでこのことも見ていきましょう。ドイツで脱原発が実現。稼働していた最後の原発3基が停止。国内すべての原子力発電所の停止を目指してきたドイツでは、稼働していた最後の3基の原発が送電網から切り離され、脱原発が実現しました。今後、再生可能エネルギーを柱に、電力の安定供給を続けられるかなどが課題となります。ドイツは2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、当時のメルケル政権が脱原発の方針を打ち出し、17基の原発を段階的に停止してきました。脱原発の期限は去年末まででしたが、ウクライナに侵攻したロシアがドイツへの天然ガスの供給を大幅に削減したことでエネルギー危機への懸念が強まり、政府は稼働が続いていた最後の3基の原発について停止させる期限を4月15日まで延期していました。ドイツの脱原発とは、ドイツでは1961年に原発による発電が始まりましたが、1970年代に原子力の利用に反対する市民運動が盛り上がりました。その運動の中から環境政策を重視する政党、緑の党が誕生。緑の党は1998年に発足したシュレーダー政権に連立与党として参加し、この政権のもと、国内の原発を2020年頃までに全て停止する法律が作られました。ドイツの発電事業者などで作る連邦エネルギー水道事業連合会によりますと、発電に占める原子力の割合は2000年は 30% で、石炭に次ぐ多さでしたが、去年2022年には 6% と大幅に減っています。これに対し、再生可能エネルギーは2000年は 7% でしたが、2022年には 45% に拡大し、最も多くなっています。ドイツでは、ロシアが去年ドイツ向けの天然ガスの供給を大幅に削減したことで、ガスや電気の料金が高騰しました。懸念されたエネルギー不足は表面化していませんが、企業からは安定供給の面から脱原発に懸念も出ています。このうち南部に本社がある車の部品を製造する企業は鉄などの加工に欠かせないガスと電気の料金が去年前年比およそ 50% 値上がりしたということです。なお記事の補足ですが、ドイツの電気料金は総じて日本よりも高くなっています。車の部品を作っている企業の社長は残っている3基の原発を止めると
エネルギー価格が上昇すると思う。二酸化炭素の排出がゼロで、今も利用できる原発を止めるのは大きな間違いだと話し、反対の立場を示しています。そして、ドイツ政府がエネルギー価格を下げることができなければ、多くの企業が生産拠点をよりエネルギー価格が安い国へ移してしまうと強調しました。ドイツ商工会議所連合会は、ガス価格は下がったものの、エネルギー価格はほとんどの企業にとって高止まりしている。安定供給という問題はまだ解決されていないなどとするコメントを掲載し、ドイツ企業の競争力を維持するためとして原発の利用を続けるよう訴えています。では、ドイツが脱原発を果たしたことにより、ヨーロッパ全体でそのような流れが起きているかといえばそういったわけではありません。ヨーロッパ最大級原発が新たに稼働、フィンランドで40年ぶり。フィンランド南西部のオルキルオト原発でヨーロッパ最大級となる3号機、出力160万キロワットが本格稼働した。3号機はフィンランドの電力需要の約 14% を担う見通し。ロシアのウクライナ侵攻の影響で、ロシアからの電力やガスの供給が停止する中、エネルギー供給の安定化と価格高騰への対策となることが期待される。国際原子力機関 IAEA によると、フィンランドで新たに原発が本格稼働するのは40年以上ぶり。原発稼働をめぐり、ドイツが事故リスクや放射性廃棄物問題を重視して原発利用を終了したのに対し、イギリスやスウェーデンでは新たな建設計画が進んでいる。まず最初に言っておかなければならないのは、日本と他の国においては様々な面で条件が違うことがあって、ある国においては実施されることが日本にとってはとても条件が合わないためにうまくいかないということがあります。ですから、同じ条件でないにもかかわらず、あの国はこれをやっていたから素晴らしくて日本はとてもダメだみたいな話をする人がいますが、その話を聞いた時には本当にそうなのかを十分検討する必要があります。例えばヨーロッパにおいて自然エネルギーの活用がやりやすいにははっきりとした明確な理由があります。それはヨーロッパにおいては偏西風という一定方向に吹く風があって、しかも遠浅の海において大規模な風力発電をしやすいといった環境があります。これを活かしているのが北欧の国やドイツ、そしてイギリスなどの遠浅の海を利用して風力発電を行っている国々です。じゃあこれと同じような環境が日本にあるかといえばそういったわけではありません。ヨーロッパにはないような日本では非常に強力な台風もやってきますし、遠浅の海のような大規模な風力発電が設置しやすい地理環境にもありません。また偏西風のように程よく使える風といったものも日本全体で見れば非常に限られた地域でしかありません。さらに言えばヨーロッパと日本との間に大きな違いがあります。それはヨーロッパというのは多くの国々が地続きであって、しかもそれが EU という一つの経済圏を成しています。この EU という大きな塊になった時に有利になっているのが電力市場が接続されていることです。ある国において電力が余っていたら他の国に売るということもできるわけです。日本でちょっと発電状況が良くないから他の国から買ってこようというような電力を接続している国はありません。ドイツの場合であれば隣国に原子力による発電を大いに行っているフランスがありますから、偏西風の吹き具合が非常に悪くなって発電が低下してくると、フランスの原子力発電の電気を元にして電力需要を賄うのです。そのように地理的な環境要因の違いであるとか、他の国々と電力市場を共有しているかどうかなど、全く条件が異なるために、単純な話として、ドイツは脱原発を果たしたのか、それに比べれば日本は脱原発ができていないなんてひどい国だみたいな話をするのはあまりにも物事を単純化しすぎています。また、日本では自然エネルギーの活用というと、太陽光発電がメインになってくるわけですが、これは風力発電よりもより安定性の欠くものです。例えば風力発電の場合であれば、風が24時間吹いてくるのであれば24時間発電できるわけですが、太陽光発電の場合だと夜が必ず来ますから、夜間の発電はできません。なんだ当たり前のことを言っていると思われるかもしれませんが、その当たり前のことが太陽光発電においては明らかなマイナスなのです。電力需要の高まってくる日中だけ発電をして、その時間だけ自然エネルギーをみんなに買ってくださいというのは、それ以外の夜間などの電力需要を賄う発電所にとっては収入減につながって電力需給を厳しくしています。それでいて日中天候が悪くて太陽光発電ができないと、それ以外の発電に対する
電力供給の負担がやたらめったら高いわけなので、発電事業全体で見ると明らかにアンバランスな状況を日本では生み出しています。ですから、基礎電源となるような原子力発電所は日本にとってはむしろちゃんと使うべきものです。ましてや、東日本大震災以後において様々な安全対策を施して施設として存在しているにもかかわらず、それらが十分に活用されていないというのであれば、原子力発電所を無駄にしています。日本では発電ができるのに発電に活用されていない施設としては、ダムで行われる水力発電についてもバックアップ的な要素ばかりに目がいて、あまり日常的な稼働で発電は行われていないなどの問題もあります。また非常に軽視されがちなのが電力の価格という問題です。自然にいいからみたいな話をするのはまさに正義の御旗みたいになっているわけですが、そのこと自体は悪いものとして別に否定はしませんが、しかし私たちの生活を守る上では、そうしたお題目とともに私たちの実生活とどうバランスを取るかということを十分に考える必要があります。例えば電力価格が高いというのは私たちの生活にも直撃するわけですが、同時にそれは企業にとっても大きな打撃となります。今回紹介した記事の中でも、電力価格がどんどんと上がっていけば、もっと安い国にいっそのこと生産拠点を移そうといったことが当然の選択として出てくるわけです。今や世界市場でどこがより安く生産することができるか、品質が同じであれば別に生産コストが安い方がいいじゃないかというのが一般的になっていますから、法人税が高すぎる、電力価格が高すぎる、給料が高すぎる、それでいて、それらの要素すべてにおいて安い国が存在するのであれば、品質が同じであるならば、別に安い国に移っていこうという企業は非常に多いのです。これは経済合理性という意味において非常に強力に推し進められています。そして生産拠点や働く場といったものがどんどんと他の国に移っていけば、当然のように働く場所を私たちは失っていくこととなります。エネルギー問題というのは環境問題であるだけではなく、当然のようにそこに関わる形で経済問題でもあるのです。話が複雑になることによってもううんざりだと思う人も当然出てくるでしょうが、逆に言えば話をとにかく単純化して、日本は悪い国で他の国の方がいいんだ、だからこのような他の国に見習って日本もそうすべきだという単純論で突き動かされてしまうと、結局のところ日本の国益やもしくは日本人の生活そのものに打撃を与える政策へと影響力が強まってしまうのです。といったところまでがエネルギー問題なわけですが、ちょっと話を元に戻して田原総一郎氏についてのことも言及しておきましょう。まず最初に言っておかなければならないのが、私が住んでいた地域においては地上波のテレビ局が少なかったこともあり、田原総一郎氏をテレビで見ることはほとんどありませんでした。ですから私が大人になって引っ越した後において初めて見ました。その時点においてすでにもうかなりの高齢だったわけですが、現在ではさらに当然のように年を取り、その年を取った姿から非常に私は日本の悲しい現状を憂いています。一体何を憂いているかといえば、日本には日本を壊したいもしくは弱体化させたいと考える人たちがいます。その大きな種類として言えば2つ。それは外部から日本を弱らせたいと思う人たち。そしてもう一つが日本人自身が日本を弱らせようとしていることです。田原総一郎氏の場合だと、この場合は2に該当します。彼が若かった頃はどうなのかは私ははっきり言って知らないという話をしましたから、現在において彼に対する評価はマイナス点をつけています。なぜならば、番組を見ればわかるのですが、彼自身は明らかに言語不明瞭で人の話が聞けなくなっていて、さらに言えば人の話を聞けないから誰かが話している時でもいつでも話を遮って自分の話をし始めます。しかし自分の話を始めたからといってその話それ自体も論理性が飛び飛びになっていて、一体何の話をしているかもよくわからないうちにがなり立てるような非常に醜悪な姿を晒しています。そしてこのような人物が非常に長い放送時間の番組の司会をしている、そしてそのような人物をずっと使い続けているテレビ局といったものを見ると、テレビ局がいかに腐っているかというのもわかりますし、このような人物が自覚的にそのような自分の劣化について一切気にすることもなく、番組を私物化し続けていることなども私は非常に見ていて見苦しく、また日本の悪い面を凝縮しているように感じるのです。
そして冒頭の発言につながってきます。一応ジャーナリストに分類されるような人物ですから、ドイツが NATO に加盟していないなどということを言うのは明らかに異常です。おおよそ国際情勢についてある程度の知識がある人であれば、それほど難しくない、むしろ初歩的な基礎的な部分ですら忘れてしまうような人物が、これからも自分の番組を持って国際情勢について何やら解説やら関連の番組を作り続けている。そしてそのような人物がまだまだテレビ局で使い続けるといった、こういった姿こそ、新陳代謝が進まない、既得権者が既得権者であり続けようとしてそれを保持させてしまう構造といったものを見えて、非常に私は日本の先行きに暗淡たる思いをします。そもそも本人にはもう自分から仕事を辞めるといった選択肢や、この状態になっても仕事を続けていることからもおそらくは選択肢にはないでしょう。それだけに周りの人が下の世代へと仕事を移していくといったことを行ってほしいものです。というわけで今回の動画は田原総一郎氏といういわゆる有名人の発言をもとにしてエネルギー問題とともに日本の高齢者が既得権者として居座ってしまい全く新陳代謝が行われていないこの現状についてのお話をしました。皆さんはどう思われたでしょうか。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。